公明国民民主とか連立強化となりました。国民民主の狙いとか考えは分かりません。賢いリュウクさん教えてください。いや、狙いは普通に前回の選挙の時の国民民主の政党のホームページを見れば書いてると思うんですけど、なので基本的にはどの政党もこういうことやりたいよねって選挙の時にホームページに書くので、それが基本的にはやりたいこと。なので国民民主であれば労働者の手取りを増やすっていうところを言っていると。で、維新の場合は社会保険改革を言っているみたいなのがあって、なので社会保険改革をやるというのを自民党と政策で握って連立になるっていうのがもし行くのであれば、なんかちょっと僕の中ではね、かなり先というか20年ぐらい時間の猶予が変えたなっていう感じがするんですよね。普通に働いている人は気づいてないかもしれないですけど、社会保険って自分の給料から 15% 取られるのと会社も 15% 払うんですよね。なので結果として例えば年収300万円の人ですっていう人って、まず自分の給料から45万円取られて、で会社も45万円払ってるので、年収300万円の人のために社会保険料って実は90万円かかるんですよっていうのがあって、これがお金持ちの人だったら別にいいよみたいな話だと思うんですけど、たった年収300万円の人、たったっていうとごめんなさいね、300万円いってない人は、はい、がその人を雇うために90万円取られるって、それはさすがに社会の持続可能性としていかがなものなんですかというふうに僕は思うんですけど、でも社会の人たちはそれが当たり前だと思って法律改正するべきとかも思わず、ずっとその社会が運営されているんですよね。っていうので社会保険料っていうのは下げなきゃいけないよねっていうのを維新は言ってるんですけど、なぜじゃあ社会保険料が下がるということにならないのかというと、社会保険料というのは労働者が払いますと。で、社会保険料を受け取っている人たち、労働者である20代から60代までの人っていうのはあんまり病院行かないんですよ。50代くらいまでだとほとんど病院行かないんですよね。で、病院行く人ってやっぱり高齢者60歳以上なんですよ。今人口のね、3割もう超えたんだっけ ?3 割ぐらいが60歳以上の高齢者なんですよ。日本人の半分以上がもう平均年齢50超えているんですよね、確か。なので50歳の人もあと10年で60歳になるから、そうすると自分が病院に行くのを考えたら保険というのもいろんなもの出してくれた方がいいよねとか、あと湿布いっぱいもらってメルカリで転売したらお金もらえるじゃんとかっていうのがあって、高齢者にお金払うのが当たり前だよねというのにしないと票が手に入らないという現実があるんですよ。それは何とかしなきゃいけないよねというのは一応その口先では言ってる政党多いんですよ。社会保険料を下げないとやっぱりまともな労働者の手取りが増えないので、家庭を作る余裕もなくなるし、家庭を持つ余裕がなくなるとそれは子供が生まれないよねと。で、子供が生まれないと日本人がどんどん減っていくので、日本向けの商売やってる人の売り上げが減るよねっていうのがあって、社会保険料を下げなきゃいけないよねと。維新の人猪瀬さんとかが湿布連盟というのを潰した方がいいよねみたいなことを言ってたりするんですよね。湿布連盟という湿布議員連盟だったかなっていう感じの議員さんの連盟があるんですけど、要するに何かっていうと、高齢者に対して湿布ってバカバカいっぱい出すんですよ。使い切らなかったとしてもとりあえず出しちゃえってんで、1回あたりに10パックかなんか出すのかな。で、別になんか2、3日で治るやつでもとりあえず10パック出すみたいな。で、そうするとお医者さんとしては10パックの湿布出すっていうので保険点数とか増えるよねとか、あと湿布欲しいんだったらそれで審査しなきゃいけないから保険点数増えるよねとかなんですけど、議員連盟の人たちは湿布を作ってる会社からキックバック的なものをもらってると思うんですけど、10パックの湿布をせめて9パックに減らしたら年間に何百億円かなんか下がるんですよねっていう感じで、実はその結構使われない無駄なお金っていうのがあるよねっていうのを維新の人たちっていうのは主張していて、そのためにはやっぱり現役世代の人が維新に投票してそういう形で社会保険料の無駄遣いを減らそうというのにしなきゃいけないんですけど、残念ながら社保下げにき音喜多さんは落選しましたっていう感じで、維新はねそんな伸びてないんですよ。なので日本の長期的な繁栄のためには社会保険料にメスを入れるというのをやらなければならないんですけど、言うてもでも日本の有権者の年齢で考えるとやっぱりその社会保険料を下げると言ってる維新が政策を通すために過半数を取るというのはなかなか難しいだろうなと思っていたら、維新の政策を飲むんだったら自民党政権と組むよっていうのが割と進んでいるので、そうすると自民党政権が高市さんが主犯指名欲しいのであれば社会保険改革をセットにしてくださいねっていうので、そこでひょっとしたら自民党政権が出来上がると同時に維新自民党が社会保険改革の法案を出して、で多分その法案に関しては国民民主も乗っかる可能性あると思うんですよね。
っていう形でいくと過半数取れるよねっていう可能性があったりするので、人口構成としてなかなか厳しいんじゃねえのって思ってた法案が結構通る可能性があるっていうのを考えると、なかなか今のね、日本の政治の状況というのは面白いよねと思っていて評価をしている昨今の僕です。はい。前回河村さんはどの党へと質問しましたが、ひろゆきさんの回答通り自分で新しく党を作り大正解でした。河村さんと代々百田さん、有本さんの参加で相互の件が知れてよかったです。ただ3人の部下になるのは絶対無理と感じました。単独で感想してください。河村さんも76歳だからちょっと言ってることたまに分かんなかったりするんですよねっていう感じで、どの人の部下になるのもなかなか厳しいというのが世に出せたという意味で割とリハックの価値はあったのかなと思うんですよね。カレー論争というのがありましたと。リハックの中でカレーがどうこうって話をしてたっていうのがツイッターとかに書かれたりするんですけど、じゃあそもそもなんでカレーの話をすることになったのかっていうのでいくと、有本さんが電話をしてた時に、このひろゆきという男は事実無根の話を広げていて日本保守党にとってマイナスであると。事実無根のことを広めることで誹謗中傷するのをやめてくださいとおっしゃったんですよ。じゃあ事実無根のことって何ですかっていうのを僕多分ね3回か4回聞いたんですよね。事実無根で日本保守党に対する誹謗中傷を僕がしてるという認識は僕はなかったので、なので事実無根のものって何ですかっていうのを聞いたら、結局有本さんは言わなかったんですよ。で百田さんがカレーやねんって言ったんですよ。このカレーって何なのかって話だと、東京都15区の補選選挙というのがあって、でそこに日本保守党の候補者の飯山さんっていう人が出たんですけど、飯山さんっていう人が事務所でこうやり取りをして、でその後お腹が減ってるみたいな話があって、じゃあ食事用意しときますからって有本さんに言われて、30分くらいかけて飯山さんがホテルに戻って、でその後配信があるって言ってその事務所にまた飯山さんが戻って、そしたらその配信の中でみんなでカレー食べましたって言ってて、飯山さんが割とポカーンとしてて食事を準備してなかったんですよね。飯山さんがカレーを食べてないって話になり、でこれは僕は事実として飯山さんがカレーを食べてないという話をしたんですよ。でなぜかカレーを食べてないという事実があるにもかかわらず、それを事実無根の誹謗中傷であるって言ってるので、それは違うんじゃないですかって話をしたんですよ。そこでじゃあ飯山さんがカレーを食べたのかどうかという質問になったんですよ。百田さんの話だとカレーは人数分用意しました。で人数分用意したんだけど、一人ゲストさんが来てその人が食べちゃいましたと。それは分かりましたと。でも飯山さん食べてないですよねと。もともと百田さんテレビの仕事を放送作家とかやってたので、なので現場で食べ物がなくなるとか足りなくなるはよくあるよねと。僕もそうですよねって話になって、ただテレビ番組でゲストの食べ物がなくなってたとしたら、それはスタッフ買いに行くんですよ。これこういう理由でなくなりましたとかでスタッフが買いに行くとかで他のものを用意するんですけど、それをやりましたかって聞いたら百田さん逆ギレしたんですよ。そんなんどうでもええやろみたいな。じゃあ代わりの食べ物も買いに行ってないんだと。で別になんか自分で食い物買いに行けばいいじゃん、大人なんだからという考えもあるとは思いますと。それで問題にならなければいいんですよ。ゲストの人が別にそんなにお腹減ってないからいいよいいよって言って、じゃあ後で自分で飯食いに行きましたとか飯買いに行きましたとかっていうのがあればいいんですけど、問題はこれがカレー食わせてもらえなかった問題として候補者と日本保守党の間で揉め事になってるんですよ。揉め事を起こしたということが良くないよねっていう意味で、結局それって誰のミスかっていうと、僕事務局のミスだと思うんですよ。スタッフの人数が増えた、食べる人が増えたんだったら、じゃあ代わりの食べ物を用意すると。でもしくは食えなかった人に謝るっていうのは自分のミスじゃなかったとしてもやるべきなんですよ。ゲストが食べちゃいましたと。でもゲストは別にその誰かの分が減るって全然知らないで食べたとしたら、これはゲストの人のミスでもないんですよ。なのでこういう場合って誰が悪いとかではなく、少なくとも事務局側は食べれなかった人に謝るべきなんですよ。これが分かんないんだったら多分日本の会社で働いたことないって話だと思うんですけど、謝ってないですよね。だからこれ揉め事になってますよねっていう話で、なので事実無根かというと、まず飯山さんカレー食べてないというのがあるので、これ事実ですよねっていうのもあるし、なんで謝んなかったのみたいなのがやっぱ日本保守党のよくある河村さんと揉めてますとかっていう問題多くなりがちな組織だよねっていう話をしたんですよ。今回僕がすげえなと思ったのが、事実の根拠のあるこういう問題になる組織だよねって言い方をしたんですけど、これが良くないとすると
国政政党を評価することをしてはいけないというのを政治家が言っているということになるんですよ。事実のないことを言うのは良くないよね。これは僕もそうなんですよ。ただ、少なくとも事実があり、問題を起こすというのを日本の国政政党の政治家が行いましたと。その時点では政治家じゃないから、政党の党首もしくは事務局長がやりましたと。で、これに関して言ってはいけませんっておかしくねっていうふうに僕は思うんですよ。少なくとも公人なんで、それに関して否定することは残念ながら日本の法律上できないんですよね。公人というのは名誉毀損になるような案件だったとしても名誉毀損の罪に問われないという可能性がある。僕は人として根拠のない誹謗中傷はするべきではない。なので根拠のないこと言いましたって言ってるんですけど、政治家に関してだと根拠不明でも名誉毀損だったとしても実は負けないというぐらい名誉毀損罪として政治家公人に対しては言っても良いということになってるんですよ。っていうのもあるので、それちょっと法律的にいかがなものなのかなっていう話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。